こんにちは。東京ローカルボイスは東京を中心にさまざまなお店に巡り、お店の声を届ける音声メディアとなっております。今日は学芸大学にお店を構える C 社&レコードのお店エーシェントさんにお邪魔しております。ひろきさん、お願いします。お願いします。まずはひろきさんの自己紹介をお願いします。学芸大学エージェントで働いているひろきと申します。よろしくお願いします。実はご年齢が28歳、僕と同い年ということで、さっきちょっと盛り上がったんですけど、今日はよろしくお願いします。お願いします。まずじゃあちょっとエンシェントについていろいろ聞いていきたいと思うんですけども、名前の由来とかってご存知ですか？名前の由来は、新しいものに C 社っていう、カルチャーのものを取り入れる、モダンな感じのお店っていうイメージで、エンシェントっていう、イニシエっていう、イニシエ、古代とかっていうイメージ。そうですね。なんか古き良きものを新しいところに取り入れるっていう感じで、エンシェントって名前の由来がつきました。ありがとうございます。結構学大だと C 社屋さん少ないですよね。2店舗ぐらいしかない。そうですね。つい最近多分3店舗目ができて、そうなんですね。なんで実質3店舗ですね。C 社探してたらたまたまこのお店に出会って入ったら、C 社はもちろんのことレコードめっちゃ種類ありますよね。そうですね。なんかでもみんなが分かりやすいような、なんか結構みんなが知ってるもので取り揃えていて、でそこをきっかけから、レコードの良さを知ってほしいっていう目的がありますね。結構レコードの種類がヒップホップからジャズとかポップスとかいろいろあると思うんですけど、これはなんかオーナーさんの趣味というか。そうですね。基本的には全部オーナーの趣味で、オーナーが、自分のこだわりの部分も込めて、自分が周りが知ってるだろうっていう曲を取り揃えて、で王道の部分も抑えてっていう感じで結構揃えてますね。結構僕初めて来た時にヒップホップの話で盛り上がってまた来ようと思ったんです。音楽好きな人はぜひ来てほしい。確かにって思ってます。なんかレコードもそうですし、お店のスピーカーの音質だったりとか結構こだわっていて、オーナー自身が音楽が結構好きってことで、お店の内装と結構マッチしてるんで、ぜひ音だけでも聞きに来てほしいですね。僕も本当にリラックスできたので、ぜひ来てほしいですね。なんかそうですね、いろんなシーンに使えると思う。そうですね。なんかその自分でレコードをリクエストできたりする部分もあるので、上がりたいなって時は、そういう系統のレコードも選んでいただけたり、リラックスしたい、チルしたいって時とかは、ジャズだったりとかポップでもバラード寄りのものを聴いていただけたらいいなっていう。ありがとうございます。なんか C 社って結構若い人が好きなイメージありつつ、どういったお客さんが来ること多かったりしますか？メインは近所に住んでる方が、東急東横線沿いだったりの C 社が好きな人たちが集まりますね。それも20代後半から30代の方が占めてますね。やっぱ結構年齢層は20代30代中心って感じなんですか？そうですね。ひろきさん自身はどんな音楽聴くんですか？僕ですか、僕は邦楽、ホップ、ジュディ&マリーとか、そのあたり聞きますね。なんか最近行ったライブとかあるんですか？もうちょっと忙しくて、2年前に有明にバウンディのライブ見に行った以来行けてないですね。2年前なんですね。2年前なんです。結構前ですね。忙しいのと、ライブの抽選がなかなか取れないんで、当たんないっすよね。なんで、全然行けてないですね。次行きたいアーティストとかいるんですか？やっぱ1回はキングヌー行きたいですね。当たんないんですかね、やっぱり。そうですね、当たんないです。なんで C 社でつながって確かに招待いただけたらなっていう招待なんだね。お客さんに誘っていただいたり、いろんなコミュニティとかできてきたら面白いかと思いますけども、じゃあちょっとエーシェントの話にちょっと戻るんですけども、ここなんか学芸大学っていう場所を選んだ理由って何かありますか？学芸大学は古いものと新しいものが入り乱ってるというか入ってて、古き良き商店街のカルチャーの中に現代のものが入っている、そこがオーナーに刺さって、あとはひも親公園だったりとかっていうその自然があったりとかも、それがオーナーのお店を作るテーマっていう部分にもすごいマッチしてるっていう感じで、多分学芸大学にお店を出しましたね。ありがとうございます。なんか店の名前の由来とすごいマッチしてる、古き良きものと新しいものの融合のエンシェントっていう意味がなんか学大っていう街とすごいマッチしてるっていうのは今話聞いてすごい思いました。ありがとうございます。じゃあひろきさんから見た学芸大学って
ってどういう街だと思いますか？まあおしゃれですね。おしゃれですよね。本当に、はい。またその近くの自由が丘だったり、中目黒だったり、で渋谷だったりともまたちょっと系統の違う落ち着いた人たちのおしゃれがすごいありますね。やっぱり、僕自身もまだ学芸大学に通うようになって3ヶ月ぐらいしかないんですけど、20代やっぱ後半の方から30代の方中心に結構お店だったりとかにぎわっているなっていうイメージを持っていて、その中で近所の方とかは全然上の人たちとかもいると思うんですけど、そういう人たちも結構おしゃれな方々結構多くて、イケオジ多いっすよね。めちゃめちゃ多いですね。なんで学芸大学何十年住んでるって方とかでもなんかお会いしてお話しした時でも、そういう人たちも昔のアメカジとかそういう感じのスタイルにでも現代のものも取り入れてるっていうのがやっぱ人にも出てるなっていうのはすごいありますね。確かに街の雰囲気と人の雰囲気がマッチしてる感じがすごい自分も思ってますね。結構学大来るようになってから3ヶ月ぐらいって今おっしゃってたんですけども、来てすぐ行った店とかこの3ヶ月でよく行くお店とかってあったりしますか？僕が最初に行ったのは花たこっていう安い一個一個大きくて、でタコもちゃんとしっかりしていて野菜も具だくさんのたこ焼き屋さんがあるんですけど、そこに一番最初に行って、そこはもう来るたんびに大体買ってるんですごいリーズナブルでいいですね。なんかあとおやつっていう、やっぱたこ焼き自体の食事というよりかはそういう感覚が残ってるのもまたすごいいいなっていう。わかります、僕も新しく行く街とか自分が住む街とか探すとき駅前にたこ焼き屋あるっけとかちょっと思っちゃいます確かにああいう軽食チックなものが駅とかにたくさんあるとなんかすごくいいなと思いますね。ありがたいです、ありがとうございます。ひろきさんのどういう人生を歩んできたかを聞いていきたいと思うんですけど、幼少期とかはどういう幼少期過ごしてたんですか？小学校中学校の時とか。小学校はやんちゃしてましたか？いや全然インドアでもありアウトドアでもありましたね。カードゲームが好きでカードショップ屋さんとか友達の家とかで遊戯王とかデュエマとかデュエマとかやったり、でも外でサッカーやったりとか、自転車で遊びに行ったりとかっていうのもすごいたくさんしてましたね。男の子と遊ぶ方が多かったですね、サッカーはじゃあずっとやられてたんですか？なんか遊びではサッカーとか、本当野球とか、スポーツとかは結構やってましたね。なんかすごい遊び方に似てて、世代だからなのかな。いやもう世代じゃないですか。デュエマとかめっちゃやってましたもん。いやもう世代ですね。デュエマやるか野球やるかみたいな、うわ懐かしいな。ちっちゃい頃の将来の夢とかは何かあったんですか？本当に思い出せなくて、でも僕引っ越した時にアルバムを間違えて全て捨ててしまって見返すことができなくて、ちっちゃい頃の夢が本当に思い出せなくて。卒業文集とかに書いてますもんね、大体。そうなんですよ、仮面ライダーが小学校前とか小学校の低学年の時とかすごい好きで、仮面ライダーになりたいとはありましたね。僕が一番好きだった仮面ライダーが仮面ライダー龍騎っていう、平成ライダーの3期目なんですけど、それをすごく見てて仮面ライダーになりたいなっていう。男の子は通りますよね。通りますね。僕も自分の記憶はないんですけど両親から聞いた話で仮面ライダーアギトのなんかフィギュアをもうずっと持ってたって。僕も持ってました。もうなんか遊びに行く時もそうだし、その幼稚園行くって言ってるのに手離さないとか、なんかそんな感じでやっぱ好きだったんだなみたいな思いますね。そこからつながって怪獣とか敵役の方が好きになってしまってずっと怪獣になりたいなと思ってました。具体的なあれはあるんですか？ゴジラとかウルトラマンとかでもタイラントっていう怪獣とかいるんですね。すごい憧れがあって、でポケモンとかもあって、ポケモンもちょっと怪獣っぽいキャラ、僕がやってたポケモン当時だとルビーサファイアエメラルドグラードンとか怪獣っぽい、そのあたりとかがすごい好きで、なんかポケモンごっことかもやった記憶たくさんありますね。可愛いっすね。なんかみんなそうだったのかな。そこからじゃあ大人になっていくにつれて C 社にハマったきっかけとかこれを仕事にしようと思ったきっかけって何かあったんですか？タバコがすごい好きで、で紙タバコをずっと捨てるんですけど、そこのつながりではないんですけど、友人がいて、その友人がお店をやるから手伝ってほしいと連絡が来て、で僕はその時まで C 社のしの字も知らなかったんですけど、お店遊びに行った時に C 社が急に出てきて、で僕は分からなくて危ないものからそこで初め
めて吸わせていただいて、吸ったフレーバーが2アップルっていうアニスとリコリスでリンゴを表現してるフレーバーが出てきて、で僕のイメージ的には C 社にしかない味というか C 社といえばっていう代表のフレーバーと僕は思っていて、ですごいそのフレーバー自体ももうカルチャーがすごいあるフレーバーなんですけど、初めて吸う人はびっくりするというか、味も香りも高く、かつそのC 社にしかないような味というか、なかなか普段味わうような味でないんで、一発目吸った時はもうすごいむせちゃって吸えなくてっていうものがあり、初めて吸って初めて C 社をやめようと、ただそこで友人の推しというかとやろうよっていうノリで始めましたね。あ、そうなんですね。それがここのお店ではなく、ここのお店ではないです。もともとは恵比寿のお店から始めて、お店を移って今のオーナーとの出会いで、オーナーが学芸大学でお店やるってことで僕がついてきたっていう感じですね。2アップルっていうフレーバー以外にもなんかおすすめのフレーバーとかはあるんですか？そうですね、2アップル自体はおすすめというよりかは C 社といえばっていう観点ではおすすめというか、独特な味というかあるんで、美味しさで言えば分かれるというか、好きが嫌いか、パクチーみたいなもんですね。なるほど。でもカルチャーとしてはすごい僕はおすすめかなと。僕個人的にすごい好きなフレーバーはスパイス系だったり、僕は C 社の中で結構おすすめですね。カルダモンとかシナモンとかフルーツと組み合わせたりとか、ウッド系に組み合わせたりとかでもやっぱ C 社はスパイス系がめちゃめちゃ光るなっていう、僕の個人的おすすめはスパイス系ですね。初心者の方も結構楽しめると思います。結構初めて来る方ってフレーバーって何とか何を頼んだらいいとか分かんないとか、そもそもなんか料金体系とか分かりにくいとかあると思うんですけど、エーシェントさんは結構料金体系とかはっきり書いてくれてて、で結構店員さんも相談すればノリでやってくれるっていうか、うちは結構お客様とのヒアリングを大切にしていて、うち C 社のフレーバーメニューを記載してなくて、っていうのもフレーバーの量がたくさん取り揃えているので記載しきれないっていう部分もあるのと、定期的にフレーバーの供給だったりとかも難しいフレーバーがあったり、同じフレーバー同じ味レモンでもそのメーカーが違ったりするので、そこの手間とかも考えて実際に口頭でヒアリングをしてご相談していただいて、好みに合わせた C 社を作るっていうスタイルにしてますね。ひろきさんがもうタバコと C 社の違い、別物だと思うんですけど、僕紙タバコ吸うんですけど、僕からしたら結構別物というか、そもそもの吸い方が違うというか、C 社は片手間に吸ってたい感じ、紙タバコとかは区切りというか、これをやりました終わりましたの区切りで最後吸って次に移行する。C 社はなんか日常の中に区切りではない、区切りにも近いんですけど、僕は結構一日の終わりに C 社を吸うことが多いので、個人的にお店に行く場合は一日の締めみたいな、リラックスしながら C 社を吸う。なんでシーンによって僕は違うって感じですね。めっちゃ素敵ですね。いつ吸えばいいのかまだ分かってないので、これから見つけていきたいって感じですね。もう僕おすすめはサウナ後、いやー気持ちよさそうですよね。ご飯を食べて一日のその締めに C 社を吸うが僕の中でおすすめですね。大人っすよね。いやなんかそこでやっぱビールとか飲んじゃいますもん今。そうですね。そこのでもなんか好みで C 社の方とかもいらっしゃる。僕自身がお酒飲めないっていうのがあるんで、じゃあサウナ行きましたで、その後ご飯食べてとか、お酒飲んで、そのお酒の代わりの嗜好品が僕は C 社って感じですね。そう考えたら料金的にもお酒自体で 2,3 千円いくよね。僕にとってそれは別に C 社なんで、別に値段的にあと C 社シェアできますもんね。そうですね、この C 社屋さんで働いてて一日のルーティーンとかあったりしますか？そうですね、僕は、朝必ず納豆ご飯を食べるところから始まって、なんか健康的っすね。そうですね、健康を維持することはすごい C 社屋で働いてるってなると一定数以上には健康に気を使って、であとやっぱ腸内環境を整えたりすることがすごい大切なので、まず朝は納豆ご飯食べたりで栄養も確保して、とにかく僕はコーヒーを飲みますね。コーヒーと水を交互に飲んで舌と鼻をリセットするというか、それをしながら、お店に来て必ず1台作ってからお店を開けるっていう感じが多いですね。もう帰ったらその日はじゃあ寝るだけって感じですか？ 3日に1回ぐらいは締
めにサウナ入って整ってから寝るっていう感じですね。おすすめのサウナとかはありますか？おすすめのサウナですか？僕個人的に好きだなっていうお店、学芸大学にある南さんっていう、そことかなんかリニューアルしてから、僕は結構好きですね。あとは西麻布のテルマー湯とか、朝方とかに行くことが多いんで、とにかく人がいないっていうのがいいですね。都会のサウナはどこも混んでますからね。そうですね。その中でやっぱ、自分の時間帯、サウナ行く時間帯にも合ってますし、一人でサウナを楽しみたいタイプなので、人がいないから結構ちょうどよく利用してますね。なるほどです、ありがとうございます。休みの日はどんなことを？休みの日は友達と旅行することが多いですね。っていうのも大きく休みを取るってことができないんですけど、C 社行ったりとかはありますね。リラックスできたりとかインスピレーション受けるものって何かあったりしますか？音楽だったりとか、映画とか読書とか何でもいいんですけど。僕は結構散歩が好きなんで、散歩が多いですね。で散歩してる中で歩いてる地域の匂いだったりとかをなんか概念系で考えて C 社に取り入れたりとか、散歩してる時にご飯を食べたりとか、何かを嗅いだりとかっていうもので考えて、気づいたら平気で 2,3 時間歩いたりとか、それこそ、終電を乗り遅れてしまったりっていう時とかは歩いて帰ることもありますね。最後にひろきさんの個人的な今後の目標とか今考えてる夢とかあればお聞きしたいです。そうですね、自分が店舗に携わってる以上は、この学芸大学っていう街のこのエンシェント、学芸大学の街に溶け込めるような店作りに貢献したいのと、そこから発展していきたい。で僕はお客さんもスタッフも人と関わる仕事がすごい好きなので、そこを得てなんかたくさんの人と絡んでみんなハッピーになれればなっていう目標はありますね。なんでそのために尽力してるというか、C 社っていうものがカルチャーとして根付くのは難しいと思うんですけど、日本全体というか、ただその街のカルチャーとして根付いてくれる、そこのために無我夢中で頑張ってるって感じですね。ありがとうございます。エーシェントに来るお客さんとか新しく来たいと思っている方とかもいらっしゃると思うので、何かメッセージがあれば。 C 社のクオリティは他の店舗さんとかもう歴史のある店舗さんにも負けず劣らずで、一台一台にたくさんヒアリングしてお客様の好みに沿った C 社、それから思想というかスタッフ好みの味が好きっていう人にもそういうオーダーをいただけたら、スタッフ全体結構 C 社のクオリティ高いので、それもお楽しみいただけたらと。なのでよろしくお願いいたします。C 社も音楽も楽しめる素敵な店舗ですので、ぜひ皆さん来てみてください。では本日はひろきさん、インタビューありがとうございました。ありがとうございました。